ずんだもんとつむぎの FM タウンズって何なのだ？初級編。皆さんこんにちは、ずんだもんなのだ。春日部つむぎだよ。ということで今回はウプ主の家から発掘したこれらを紹介してみるのだ。何なんですかこれは。富士通から販売されていたパソコン FM タウンズのソフトなのだ。パソコン本体はないんですか？ウプ主が中学の時に分解してしまったのだ。つまりないんですね。ソフトだけ見せてどうするんですか？マニュアル、スピーカーにキーボードもあるのだ。古いけどそれでもやっぱり無理ですよ。甘いのだ。甘々なのだ。仮想環境という便利なものがあるのだ。仮想環境？実際に見た方が早いのだ。では早速起動してみるのだ。エミュレータのウンズなのだ。エミュレータ？パソコンやゲーム機のモノマネをするソフトなのだ。最近は便利なものがあるんですね。昔からあるのだ。起動したのだ。タウンズのセールスポイントといえば CD-ROM 標準搭載なのだ。なので最初は CD プレイヤーを開いてみるのだ。変わったデザインですね。これは縦型タウンズを模しているのだ。そうなんですね。サンプルが何曲か入っているのだ。ステムディスクに音楽トラックを入れてあるあたりにこだわりを感じるのだ。 CD を使えるのが自慢だったんですね。当時のパソコンだと後付けドライブでも珍しかったのだ。それも10万円以上したのだ。すごくお高いですね。ゲーム機だと PC エンジン、CD-ROM が少し先だったけど、パソコンとしては世界初の標準搭載なのだ。多分すごいですね。 CD を使えば喋るゲームも作れるのだ。人間性への目覚め、今となってはありふれたことだけど知ね。性や生命の十分すごいですよ。というわけで CD プレイヤーこんな感じなのだ。閉じるのだ。次は EUP プレイヤーなのだ。 EUP？ タウンズ独自の音声ファイルなのだ。正式にはユーフォニー形式というのだ。ウェーブや AAC みたいな感じなのだ。音楽を入れるやつですね。そうなのだ。サンプルがあるから開くのだ。この曲知ってますよ。音楽の授業で習いました。確か祈願のアリア。欲しいのだ。あれ？ちなみに EUP ファイルには FM 音源、TCM 音源、そして MIDI の楽曲も格納できるのだ。よくわからないけど、なんかすごいですね。次は MIDI を鳴らせてみるのだ。ところで、MIDI って何ですか？ MIDI とはパソコンや楽器同士をつなぐ仕組みなのだ。ミュージカル、インストゥルメンツ、デジタル、インターフェースの略称なのだ。日本語だと音楽機器におけるデジタル通信の規格みたいな感じなのだ。なるほど。パソコンで作った楽曲を演奏させたり、鍵盤から音階を入力したりできるのだ。鍵盤、バンドのキーボードですね。それなのだ。MIDI 音源といって音を鳴らせる専用の機器もあるのだ。聞くだけでキーボードが不要ならこちらを買う場合が多かったのだ。そんなものがあるんですね。ちなみにこの音はタウンズの中で鳴っているのではないのだ。どういうことですか？タウンズが送った命令を外の世界の音源が受け取って再生しているのだ。ドロン。実際に音を出しているのはヤマハのソフトウェア音源なのだ。
これがその表示なのだ。タウンズに付属のサンプルはすべてローランドの GS 音源を想定しているのだ。なので GS モードで再生されているのだ。ローランド、確か楽器屋さんですよね。そうなのだ。ローランドがミディ規格の創設を提唱して当時バラバラだった楽器間の通信方式がミディに統一されたのだ。それはいいことですね。そうなのだ。ただし統一されたといっても完全に同じではなく3つの派閥があるのだ。標準形式の GM、ローランドの GS、ヤマハの XG があるのだ。結局別れちゃったんですか？まあ介護管制はあるから標準の GM 規格に対応していれば音は鳴るのだ。音色が違うだとか拡張された機能が使えないとかはあるのだけど、とりあえず音は鳴るんですね。そうなのだ。試しにサンプル曲以外を再生してみるのだ。無印良品のフリーミディ素材集なのだ。とまあこんな感じで、当時はまだなかった XG のミディも鳴らせるのだ。 GM や GS にない楽器名なんかは表示ができないけどね。演奏データを音源に送りつけるだけなので再生自体は問題なくできるのだ。楽器名が空欄になっているところがこのソフトが知らない楽器なのだ。昔はみんなで耳コピーした曲を発表して腕を競っていたんだけど、某団体がみかじめ料を請求し始めたから衰退したのだ。某団体ですか？音楽の著作権を管理しているあの団体なのだ。あ、完全な楽譜による演奏以外もマネーを払えと某団体が言い始めて下火になったのだ。つまりなんとなく似ていると連中が判定すればアウトなのだ。というわけで耳コピミディの文化は廃れて、その代わりに MP3 による違法ダウンロードが普及して CD 楽曲そのものが流通した。ちょうど同じ頃に普及し始めたのだ。ネット回線の高速化とかもあるから全ての原因とも言えないのだけど、その後ミディを使うのはプロの作曲家くらいになって消えるかと思われたのだけど、どうなったんですか？ヤマハの XG 音源のプラグインだった歌声モジュールが進化して初音ミクに生まれ変わったのだ。マジですか？マジなのだ。これをきっかけに消えるかと思われた個人の DTM 文化が息を吹き返したのだ。著作権の方もニコニコ動画との包括契約とかになって緩和されたのだ。そんな歴史があったんですね。とまあいろいろ語ったわけだけど、ウプ主は基本的に聞き戦なのだ。図工、楽譜があれば入力できなくはない、その程度なのだ。ということで次はミュージックワールドなのだ。なんか世界地図が出ましたよ。これは世界の音楽を学ぶことによってタウンズの機能を知らしめようという、そんな感じのデモンストレーションなのだ。何ですかそれは？音楽に強いぜってことなのだ。なるほど。ちなみに下にある鍵盤を押すと一緒に演奏できるのだ。もちろんそんな技能は持ち合わせていないのだ。ですよね。あと鍵盤の上のボタンで楽器の種類も選べる。表記はミディで定義されている楽器名と同じなのだ。少しわかりづらいですね。
次はイギリスなのだ。こんな感じで簡単な説明も表示されるのだ。インドネシアなのだ。なかなか面白いと思いますよ。そうなのだ。ただ少し国が少ない気がしますね。まあ、デモ用だから仕方ないのだ。中国なのだ。いかにも中国って感じがしますね。最後は再び日本なのだ。こんな感じなのだ。次は数字並べなのだ。ああ、これですか。見ての通りの9パズルなのだ。空白に隣接するピースを押すとスライドするのだ。良い感じに並べ替えて見本に合わせるのだ。面白いですか？そう見えるのだ。ノーコメントで。では次に進むのだ。次はタウンズリックス3なのだ。クイズ番組っぽいですね。そう、クイズゲームなのだ。しかも音声合成で喋る。喋るんですか？まあ時代的に発展途上だから。ゆっくりなんかよりはるかに下手なのだ。尾崎紅葉の金色夜叉で韓日とお宮が分かれる場所はどこ？知らないのだ。適当に押すしかないのだ。正解ですよ、先輩。偶然なのだ。ボーリングで10フレームにストライクを3つ取ること知を何という？らないのだ。ガン。間違えるとハートを取られるのだ。ジャーナリズムの基本の 5W1H。次のうち 5W に属さないのはどれ5番は無知なのだ。正解ですね。東宝の怪獣映画ゴジラの息子の中で女ターザンを演じた女優は誰？芸能界は知らんのだ。
何ですかこれ。難問が出るのだ。次の中で日本初の5つ子を誕生させ知らないのだた夫妻は誰？ 5つ子といえばボトニが好みなのだ。ハートがなくなるとゲームオーバーなのだ。残念でしたね。こんなのひたすら繰り返して暗記するか、科学が出続けないと無理ゲーなのだ。何なんですかこの演出。背筋がかゆくなるのだ。次はタウンズリックス4なのだ。さっきの続編ですか？そうなのだ。次の中で宮本武蔵と戦った佐々木小次郎の必殺技はどれ？ツバメ返しなのだけど、何やってるんですか？入力できないのだ。どうしてなんですか？多分エミュレータとの相性なのだ。ちなみに進まないと終了もできないのだ。どうしましょう？リセットするしかないのだ。終わった。次はいろいろ飛ばしてキーボード練習なのだ。飛ばしちゃうんですか？次回以降にやるのだ。初回で堅苦しいことやってもダメなのだ。始まったみたいですよ。これはタイピングゲームなのだ。90年代末頃に流行ったジャンルなのだ。ゲームなんですね。文字が降ってくるのでキーボードから同じ文字を打つと迎撃できるのだ。無変換と変換のキーで時期を左右に移動できる。撃墜数がたまったら次の難易度に進めるのだ。部屋が氷点下でなければ割と楽しいゲームなのだ。そういえばこの部屋寒いですよね。暖房などという贅沢品はないのだ。夏にやるべきゲームなのだ。あと縦長だから上の文字と時期を同時に見るのが難しい。つまりラインずれの誤差が割と発生する。それと時期の位置を毎回確認するからどうしても反応が遅くなる。小さいモニタの方が向いているのだ。ということでこれくらいでセーブするのだ。最後はパニックボール2なのだ。パソコン通信で公開されていたフリーのゲームを見本として収録したものなのだ。ニフティサーブに入会すればいろんなフリーソフトが手に入りますよってことなのだ。上からボールが落ちてくるから通路を整備して下まで導くのだ。ゆっくりですね。序盤はボールが遅いのでやや間延びするのだ。しかし進めてゆくと盤面の配置が複雑化して特急で通路を作らないと間に合わなくなる。こんな感じでボールが通路から出たり移動中のブロックに触れると失敗なのだ。手持ちのボールが全部なくなるとゲームオーバーなのだ。なんか操作がおかしくないですか？環境のせいかカーソルの移動がピーキーなのだ。思ったところで止まってくれないのだ。M ブロックの反射後を短縮させたいけど多分操作が間に合わないのだ。そのままだとスタート地点まで戻るのだ。個人的には
タウンズ OS の付属物で一番楽しいと思うのだ。そうなんですか。ステージを進めるといろんなギミックが追加されて楽しくなるのだ。あの時計みたいなのは何ですか？触れると残り時間のバーが回復するのだ。なるほど。ここも蓋したいけど多分間に合わないのだ。無理をするとこうなるわけなのだ。最初にステージの上部をボールが転がってくる演出はいらないと思いません？準備期間なのだ。この間にも通路を整備するのだ。ステージが進むとむしろ足らないくらいなのだ。そうなんですか。ただボールのダッシュはもっと速くしてほしかったのだ。なんかすごく長いコースだよ。本来はブロックを並べ替えまくってショートカットするのだ。今の操作だと無理なのだ。これくらいならできるかな。間に合いましたね。まああとはそのまま待ってもスコア以外には影響ないのだ。リアルの時間が解けますよ。それは大問題なのだ。では加速しましょう。到着しました。なんか新しいものが。岩ですか？岩なのだ。ボールが当たると消滅する。そしてボールが反射するのだ。M ブロックの時間が回復しない班なのだ。ちなみに折り返し地点を作ってないから毎回スタート地点まで往復するのだ。ちゃんと動作しないのが残念ですね。そうなのだ。
左下のは何ですか？3機アップのブロックなのだ。取るとボールが1つ増える。 RTA の場合は取らずにそのままボールにつなぐという選択もありえる。誰かやるんですかね？見たことはないのだ。普通のプレイ動画なら何人かいたけど。ボールが増えましたね。次は壊せないブロックなんだけど、キリがないのでこれくらいにしておくのだ。というわけでタウンズの付属ソフトを狭く浅く紹介したわけなんだけど、今回は初回だからエンタメ系やゲームに限定したのだ。他にもいろいろあるから次回以降で紹介しようと思うのだ。タウンズ付属のアプリはまだまだあるのだ。そのうち投稿されると思うから興味があるなら見るといいのだ。チャンネル登録をしてベルのマークの通知設定をすると投稿された時にお知らせされるよ。それは便利な機能なのだ。それから別売りのゲームもあるのだ。これらがその一部なのだ。これ以外のは動画では見せられないゲームが大半だったのだ。バンされちゃいますよ。それはとてもまずいのだ。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうなのだ。また見てね。また見るのだ。